映画これから撮りたいよみたいな人がいた時にこういう形をやれば一応形にはなったで。低予算でちゃんとこう興行収入を上げる、調べたら調べるほど英語でしか成功しえないみたいな。予算を極力絞るんやったらワンシチュエーションで撮るしかない。予算とかも含めてちょっと全部事細かに3人で語っていければなと思うんで。全米をじゃんけんさせた。Stick a GPS in me. Come on! 動画やと思ったでしょう。動画なんです。浅尾です。藤井です。なべです。このチャンネルの中ではグーチョキデッド、先ほどトレーラー見ていただいたんですが、そちらの制作プロセス等をお伝えすることで、より多くの人にこのグーチョキデッドを見ていただきたいなというところで作成させていただいております。このチャンネルでグーチョキデッド公開してるんで、僕らがどういうことでこれを始めて、どういう苦しみがあって悩みがあってみたいなところを感じていただければ、より映画も楽しめると思うんで、ぜひお楽しみください。もう映画の裏、制作裏、もう始めるところからもう全部事細かに3人で語っていければなと思うんで、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあ始めましょうか。始めましょう。じゃあその前にこれやね。そうね。映画を作るにはどういうことしてきたかみたいなところやね。はい。で、こういった形のタイムラインで制作してきましたというところで、これを事細かに説明できればっていうふうに、思ってますと。2023年9月から今2026年2月。2月やからもう2年半前。だいぶ前よ。だいぶ前やけど、実際撮影とかいうと終わってるのここやから2024年9月に雰囲気終わってる。これ雰囲気はそう2025年の1月ぐらいやったんやけど、ちゃんと終えたプロダクションは。そうやんな。でもかなり短期間では本当は撮れてんだよね。そうで、そっから大変だよ。そっからも大変。マーケをしていく、映画作るまでの話やったら、ちょくちょくあるんやけど、やっぱこの後の苦しみもね含めて、なんかどういうことしてきたかみたいなところはちゃんとお伝えできればなというふうには。最初の自己紹介みたいなところで入れてなかったけど、映画作りに関してはもう完全素人なんで3人とも。だからこの制作タイムラインも実際の映画制作において正しいかどうか全く分からへんけど、全部自己流。ただ素人がとりあえず取り切ってマーケに進めているというところはあるんで、もし映画これから撮りたいよみたいな人がいた時にこういう形をやれば一応形にはなったでっていうところの、一応できて見てもらえるまで、そうね、っていうところまでそれがお金になるかというと多分ならへんねんけどそのあたりもね、っていうところも含めて、もうその PL 予算とかも含めてちょっと全部事細かに言っていくんで、めっちゃ長くなります。長くなります。長くなるんやけど、絶対おもろいことは保証するんで、ぜひね楽しんでほしい。はい。じゃあこれはいいんじゃないかな。はい。で、いいんか。一個だけ今日はそうか。今日はこの制作準備のもう企画まで。もうそうね。制作準備の企画あたり。この辺ぐらいまでしかいけへんよな。今日多分30分で。そうね。25から30分。それぐらいじゃない？制作準備の企画ぐらいまで話せればいいから。そもそも作り始めるの勇気いるからね。そうね。そっからや。そのあたりを今日は話せればと思います。そもそもなんで始めたみたいなところからやね。制作、もはや映画をなぜ制作したのかからやな。そう。これが2023年の8月25日。じゃあスケジュールここ見えてるんやけど、声を僕らにかけてくれるっていうところから始まったわけやけど、別になんかしたいっつってお前らに連絡が来たね。そもそもお前らの説明してたっけ？俺らの説明はしてない。鍋と藤井という。鍋と藤井で、鍋が僕が一応映像の制作会社やってて、俺がって言った方がいい。お前が、俺がって言った方がいい。朝尾が。俺が映像のちょっと一応スタジオこの辺も全部何も見ようスタジオみたいなのを含めて映像の制作をやる会社をしていて、それで前職一応サラリーマンやっていて、その時の同期が鍋で、藤井は映像をやってる時に出会った
お絵描き好きなやつそういうことね、やね。まあそうだね。そう友達友達簡単に言うと友達もう友達で、こいつはもう素人やし、藤井は映画なんて見たことないある。いや、そう映画があんま好きじゃない、そうなんかもう藤井映画体制やばくて、なんかもうなんやろ、怖いもん見たらなんかホラーとか見たらみんななんか「うわもう無理へん」みたいな感じや、なんかそれがスパイダーマンでスパイダーマンがやられてるとこ見てもうなんかいやスパイダーマン2グロいからさまあスパイダーマン2はグロい。やろ2はグロいよな。であれ見て無遊病ってその寝ながらにして走るっていう病気になってしまうっていうどういうことやねん。スパイダーマンね面白いけどな。でも俺もどっちかといえば映画好きじゃないよ。やな。だって長いもん。お前はお笑いやで。お笑いお笑いがとお前かはお笑いやで。お笑いとかそのネットニュースとか、んそうすごいなんかそのネットニュースに書き込んでるコメントとかが好き。あそうだから全然映画って長いから長いねんな。とにかく長くね。なんかこうなんで俺の時間をこんな90分そんなディスらんとこやこれから話すこれ多分映画好きな人が多分みんな見てるからおそらく。で朝は映画好きなの映画好き。俺は映画好き勢やね。そうでも多分めっちゃ好きな人たちよりもちょっとそこまで入り込めてへんかもみたいなそれものはあるかもしれない。ホーラーあんま好きっちゃうよなお前。そうや、まあ、そういうのはあるよなまあ好きなジャンルはちゃんとやって見てるんやけど、多分見てる量で言うと別にそんな多いわけではないけど、まあ好き。なんか映画結構好きなやつと、映画嫌いなやつとそういうと今回のこの制作体制、まあ、この3人が、一応中心やけど、他のやつも含めて映画好きなやつほぼおらへんっていうまあそういう意味でもクソ素人チームで作ったっていうのが、やけど多分ある程度のもんにはなってて、結構なもんになってるはずなんで、まあまあやと思うでそれをどうやっていったっていうところやね。いやなんでそもそもこの「スパイダーマン2」見てブユ病になるやつと映画作ることになったんだみたいなところからやね。だからそうそれでいうとこいつと短編作ってて、この前にその前にね。そう3分の短編を、でお絵描き好きやからなんかそれで一緒になんかおもろいことやろうやみたいなのが、よくやってた。だから藤井はその映画が嫌いなだけでデザインしたりとか、なんか映像撮ったりとか編集したりとか、そういうのは好きやもんな。創作活動が好きやもん。映画じゃなくて怖い映画、スパイダーマン2のようなスパイ怖い映画。ダーマン2は怖い映画じゃないぞ。さっきから言ってるけど。怖いけどなすごいベノムとかやったら分かるけどさ、スパイダーマン2ベノはムは邪悪そうやな。邪悪、ベノムが邪悪よ。確かに。まあそうか。藤井はさ、で多分朝は俺こいつはただ単におもろいから面白いというだけで。なんか一緒にあんまりプロジェクトやったことないけど、とりあえずこいつは一緒にいて、まあ、明らかにおもろいやつなんで、話がうまくておもろいやつなんで、面白いだけで。面白い要因として面白い要因として。やってる。面白い要因として入れようが良かったんちゃうかじゃあおったらおもろいことにはなるなっていうふうには思ったから一緒にやりたいって思ったのが、まあでも一緒にやりたいと思ったけど、何をやりたいか決まってない状態での連絡やったよな。 2023年8月ね。そう8月29、でまあまだ野太郎と話したやな、なんかそうね何するかみたいな話をね。でそこからまあなぜでこう至ったかっていいうところやねやこれお前が多分その1回目のそうじゃあ一回目なんかやろうぜっつってズームかなんかやって、そうでその時に多分お前がどっちかなんやけどがなんか俺が映画言ったんかもないやお前やと思うねん俺やと思うの記憶やと思えん、そうかもなんか短編映画作ったらええんちゃうみたいな。まあそうかも。あでそもそもなんでそれをやったかっていうとそもそもみたいな感じになってずっとあれやけど、なんか7月にもうちょっと大きい仕事があって、お前の大きい仕事そう俺の大きい仕事が終終わって、なんか5月病みたいになってたな。なんかなんかやらんとあかんなみたいな、で7月はまあちょっといろいろね後があるからね仕事やってでなんかそろそろちょっと暇かもしれへんみたいな、だから普段のこのね映像の仕事っていうのはなんかこう単調っちゃ単調というかなんかこうビッグプロジェクトをやりたい、中でじゃあなんかおもろいプロジェクトのできひんかなみたいなんで多分初め声かけたんですよ。そうでまあもともとこいつの会社がその Z フィルムズっていう名前がついてるぐらい、映画はやっぱ撮りたいなという気持ちはあったよな。撮りたかったね。映画を撮るというでそれは結構昔から言ってたから、じゃあ映画ちゃうみたいな、じゃあ映画ちゃうみたいな話したら
不思議も不思議でそのさっき浅尾が言ってた短編の動画を撮ったやつが楽しくて映画ね。そう映画撮りたいってなって、じゃあそれやったら一緒にやるみたいな。そうそうそう、ね、映画やるかみたいな感じやな、でもまあ短編で日本語でまず俺らが身の丈にあったとこからやろうぜ、じゃあテーマ考えようぜぐらいで終わった気がするけど、そのズームはそうなんか1時間ぐらいで、ね、そうでなんかじゃあみんなでちょっと考えるかみたいな感じで終わったよな確か。そうが1回目の第一回ミーティングやね。そうで俺多分そこで持ち帰って持ち帰った。いやもうその時俺結構典型得るタイプ。これやりたいってなったらめっちゃ楽しそうやねなるねってなるタイプだから、いやお前が映画って言った瞬間にだからお前が言ったと俺は覚えてるはずないけど、映画やみたいな、確かに気づかんかったみたいな、でなんか典型を得て1個、でじゃあどういう映画作るかっていうのをめっちゃ調べて、そうね。で多分さっきのタイムラインで言うと2週間ぐらい俺多分調べたはずない、映画について、映画を作るとは何かみたいな。でまあ映画をちゃんとなんかこれをだからでかいことというかビッグプロジェクトなんかみんなでやって楽しいこと、苦しいけど楽しいことみたいなのをやりたいっていうふうになると、まあこれ短編じゃなくて長編やんなみたいな、そもそもねそもそも短編やったらできる未来が見えちゃうもんな。そうそれはわかる。でもうやってるから3分作ってるし、でまあその映像でまあ大体見えちゃうから、で長編今まで作ってなかったのってまず無理と。で長編映画を作るのは無理だと、普通にこの映像制作者であればあるほど無理だと思うの。90分とか80分のやっぱ映画を作るってやばいからやばいのよ。どこが一番のハードル？まあなんかこのプロダクションってこう制作チーム、制作体制をどう組んで、どういうチームでやっぱり作るんやったらそこそこのクオリティ、まあそうやな。なんかこの学生レベルでこうカメラ回しなんかカメラ1個だけ持ってさこう走り回ってただ長いみたいなね。ただ長いんじゃなくてちゃんと映画として、まあ80分90分楽しませれるようなものを作るっていうのでやっぱり映像の会社をやってるのもあって結構しっかりしたクオリティにしないといけないっていうのをこれをクリアした上の90分を作ります、まあ最初80分なんやけどを作るっていうのはもう多分これ映像を作ってる人であればあるほどこれはやばいと。やっぱり映像でこう集中させれるのである程度のなんかこういうYouTube はまた別なんでこれもどっちかというとラジオ系やもんな。これ喋ったらいいだけみたいな感じなんやけど、映画はやばいのよこれマジで。まあやばいの知ってるよ。そうやばいやばかったよ。でそれがまあずっと思ってたからだから映画には手を出せてなかったのね。でこれ映画をなんかこれ監督でやりますとかじゃなくて何がまあやっぱプロダクションとして全部編集とかこの実際に撮影プロダクションお金を出すっていうのも含めてもう全工程をやらないといけないんで、まずやばくて。やけどこの前にやってたプロジェクトが結構そのなんやろ大きいプロダクションで僕はそうね。全部仕切ってたというか一応クリエイティブディレクターみたいな形でなんかそのイベントを作るみたいなことをやってて、その時にやっぱりプロと一緒に働いたっていうのはすごいでかくて、今までマジでこういう素人まあ DIY でねチームと DIY で映像を作ってきたんやけど、初めて俺はプロと一緒に働いて、でその時にプロとこう働ければなんかできるなみたいな、っていうところはすごくあれ分かって、で今回の映画でいうとプロが関わってくれたところって実際の現場の撮影のカメラマン部分だけなんやけど、そうね。なんかそれの一応そのイベントの方は PM って全体のスケジュールとかこういうのが必要とかっていうのを全部見てたから。そこのプロダクションのイメージが割とこう映画を作るっていうところに置き換えると、全部の工程がだからスケジュールが大事とか、スケジュールを決めて予算を決めて、でそれをそれぞれこれいけるなっていうのが、言ったらある種ただ今まで映像制作をしていただけやったけど、その大きな仕事を経てプロダクションの運営ができそうやなという自信があったから長編チャレンジできるかもねという、そういった土台があったわけやな。じゃあなんで英語になったんや。英語はねこれもうリサーチですよ。もうリサーチをするんよ。もうとりあえず映画のマーケットをまず調べるじゃないですか。こうめっちゃ調べてって、でもう世界のランキングとかこう見ていくともう英語か英語じゃないかで、もう興行収入がまるで違うと。
で一応もちろん映画をやるんやったらただ単に実製作やるんじゃなくてちゃんとこう受けて、いやそれは夢見れる映画そうだね。それこそパラノーマルアクティビティとかって、あれなんや千何百万で、あれ100億上げてるの。100億上げてるね100億上げたいなって思うやん。で100億上げれるとかなんかまあそういうラインのところを見ていくともう英語しかないの。でこれ見てもIMDB とかのデータを結構見てもらったら分かるんやけど、なんかでちょっとこれ調べたやつでなんかこういう系でいったらある程度上がるみたいな。をこうバーって調べてってほら見てみこう制作層とかって1ミリオンやからもう今 1.5 億で作って150億上がってるの、今のレートであれすると。でレザボアドックスとかって、タランティーノの初めの作品が、大体2億ぐらい作ってて、まあ、4億5億上がってるみたいな。っていうのがあってで、まあ、ここの、まあ、細かいなんでそんだけ上がってるんかみたいなあとここ満額予算があったりとかいろいろ細かいところあるんやけど、まあ、その辺はあんまり知らずにとりあえずバーって調べて低予算で、ちゃんとこう興行収入を上げる、まあ、低予算でしかないので、もうどうやってやればいいかって調べたら調べるほどもう英語でしか成功しえないみたいな。ほぼだから日本でいうと、まあみんな知ってた亀止めとその当時はなかった侍がその後に出てきたんやけど、まあとりあえず亀止めだけないマジで低予算で当たったみたいな。でこれは俺もそうさっき言ってたそのそうとかパラノーマルアクティビティとかもそうなんやけど、このレベルのヒットってこれ再現性がないと思ってて、ないと思ったの。でパラノーマルアクティビティって、まあ、ブレアウィッチプロジェクトってもう一個似たようなやつがあんねんけど、なんやろこのビデオカメラで撮って、なんか普通のこの、まあ、みんなが iPhone で映画撮りましたみたいな映画なんです。でそれがその手法が斬新とか初めてやった、っていう触れ込みで受けましたっていう。だからもう二度と使えない使えないねこれ。使えないフレームってことだね。これもだからそういうテンプレを作った、なんかミルクボーイみたいな。まあそうだよね。だからこうテンプレ作ってでその手であれもね亀止めもあれテンプレない。まあそうね。なんかすごい映画の仕組みが仕組みが面白い。そうでこの仕組みを新しく作るっていうのはそれこそみんながやりたいことで、こんだけやってできてないことでこれって再現性があんまりなくて、だからなんかまあこれまあなんかほんまになんかすげえアイデア思いついて、なんかそれをやったら受けましたみたいな、なんかもうこれ奇跡が起きひんと結構厳しくて、あともうちゃんと受け入れてくれる初めの土壌がないと難しいし、でなんかそっち側よりかはどっちかというとまあ、再現性のあるものを作っていきたいなっていうふうには思って、でそれでなんかこう調べてたところで言うとで僕らみたいな低予算でやっていくんであれば、あれやねもうなんかねエクスプロイテーションムービーって言って、まあエログロよ、エロかグロないもう受けるの、エロかグロしか結構伸び当たりづらいと。そうだからゾンビ映画とかあんだけ出れるのはゾンビ映画に固定ファンがついてるから、どんだけ雑魚いゾンビ映画作ってもなんとかデッドっつっとけば、まあそうだよな、なんかなんとかデッドやから見ようっていう、俺も昔それ伝え借りまくってたもんなんとかデッド武器人間とか借りてたもん、なんかわけわからへん武器人間ってなんか聞いたことあるなんかナチスのなんか改造人間のさ、まあだからエログロには一定のファンがいたんやな。そうエログロってこうジャンルで、だからジャンル系っても言われるし、向こうだとエクスプロイテーションって言って、まあジャンル系ない、っていうところで攻めへんとダメで、予算を極力絞るんやったらワンシチュエーションで撮るしかない、同じ部屋で全部完結するっていう、だからこれがないとまず作れへんっていうのがまず前提として調べて分かったこと。その時にもう俺ら大体これぐらい予算かけようぜって決まってたんやっけ。いや決まってなかった。だけど大体まあ1000上限はあるやろ。上限はまあだからもうそれは3000万とか無理やから、多分1500万とかそんぐらいでそんぐらい範囲内で取り切るみたいな、それぐらいで話したか。でそれ言うとそれの事例はほぼないないよな1500万、それ以下はだったらエルマリオ・ヤッチっていう、ロバート・ロドリゲスが一番初めに撮ったなんかもう学生ぐらいの時撮ったやつが7000ドルやから100万ぐらいでなんか3億ぐらい上げてるのよ、すごいんやけど、まあ、これも再現性はあんまない、まあないわね。で多分これ100万円もなんかもうそのロドリゲスの友達とか周りのやつだからもうそうだよなバーってやってて、でまああれもそうなん言ったらなんや亀止めもそうなんや、あれ300万っつってるけど、あれ300万で絶対これキャストにこうお金払ってたら300万にならへんから、ならへんな絶対無理やから。ならへん。
でそれどうやってもそうなんで、だからその辺がまあ全部人件費とかも含めて0円で、なんかほんまになんかネットでかかったお金が300万やから300万って言ってるだけで、まあ俺はもう多分 PL で見ると、例えばこの映画撮ってる時のここずっと空いてるし、俺の人件費0円やしそうやなってなると、多分まあ本当はもっとかかる本当は賞味もうちょいかかってるんやろうなみたいな感じはするんやけど、まあなんか見せ方、言ったらそうなるからっていうのがあって、まあその辺もちょっとやってから分かったんやけど、でまあとりあえず密室、密室でグロ、ちょっとエロあんま好きじゃなくて、女の子苦手やから、まあね、それはそうやな。エロじゃなくてグロで密室っていうのが、多分次持ってった、お前らに言ったんかな事前に。そう言ってたと思う。まあそもそも短編日本語映画をやると言われる人は、俺たちからしたらちょっと晴天の霹靂感エグかったけど、そうねまあでも今みたいな、まあ、結構朝尾はそのクリエイター寄りというかマーケター寄りの視点がすごく強いから、だから長編英語で攻めるしかないやの説明が今でもこんなに熱かったけど、当時は多分もっと勢いあって、なんかまあそう見つけたての見つけたみたいなな来たぜみたいな、10億じゃんみたいな気持ちになってた感じだったからまあじゃあやるかと。ただそのバジェット的な限界もあるから、絶対にシーンが絞れる方向で進まなあかんから、密室でできることでアイデアをちょっとブラッシュアップしようみたいな話になったと思う。そんな感じだったな。そんな感じ、で9月15日にみんなのアイデア持ち寄ろうの会が、これもズームやったな。これもズームやった。ズームでやったで、じゃあまず朝尾からっていう企画や企画、まあなんかどういうコンセプト、どういうテーマでやるかぐらいまでここで決めようぜみたいな話やった、で朝尾から説明したよ多分俺がなんか当時思いついたのは多分寿司道っていう、寿司めっちゃ作ってバトルみたいな、寿司版寿司バトルジャンプその違うねんさっきから寿司バトルジャンプって何やバトルジャンプに乗ってるジャンプに乗ってる寿司映画寿司バトルジャンプやったらその人気順からそのマグロから乗るジャンプを言ってるあなたは。そうだから人気順から乗るから。ジャンプってジャンプの形容詞ってそっちだ。ジャンプ系のジャンプって戦うことジャンプなんじゃない？違う、少年ジャンプやろ。少年ジャンプやろ。だ寿司系少年ジャンプやったら、そのマグロヒラメみたいなのがマグロ漫画ヒラメ漫画みたいなのがめちゃになって、全部が全部があれなん違う。ジャンプに乗ってる寿司系バトル映画。なんでこんなにこれ説明せなあかんねんマジで。っていうやつをあれして、だからなんかこうメキシカンのやつがやってきて、なんかウエスタンみたいに作れてドーンってこう作ってくるこう寿司バトル、寿司で戦う。寿司で戦ってでそれのそういう当時もそれ言われたけど、結果何がどうなって誰がどうやって死ぬんかも分からへん。高まらへん。死なへんねんこれ、死なへんねんけど、やっぱりこう師弟関係がちゃんとあってさ、なんかやっぱ寿司の師弟関係で結構外人から見たらおもろいやん。なんかまあそのちょっとこう日本的なそうで、どうやって戦闘するの？いや戦闘っていうかこれはもう寿司で食うのよ。道場破りみたいな。そういう話や。寿司を食うんや。寿司食うのよ。だからうまい寿司を作る極めるだけなんやけど、ここにバトル要素があるの、だからそこに道場破りのメキシカン寿司みたいなやつがやってきたというか。タコスがタコスじゃない。タコスやろ絶対。メキシカン寿司をそう絶対タコスややろうとかで、まあ、主人公はなんかいやもうイメージキルビルのユマ・サーマンみたいな金髪の女の子が弟子入りするのよ、でこうもうとりあえず修行して戦うみたいな。高まらへんな。高まらない。まだいけると思ってんだけど俺、高まらないですね。指導はいけるなっていう話をした。そうでまあ高まらずでその藤井通り高まらず、で次じゃあ俺がってなった時に、じゃんけんデスゲームの話を、俺が一応持ってきたじゃんけんデスゲームの話をしたんよ。じゃんけんね。そうで俺がしたじゃんけんデスゲームは今もこっちの方が面白かったんちゃうかなと思ってるけど、なんかまあ密室で誰かと誰かが命を懸けたじゃんけんをするんやけど、その片方には片方なりのいろんなやっぱ人生があるから、で
その人最後のグーを出したらその人死ぬかもしれへんわけやんか、で最後にいろんな走馬灯がこうガーって出てくるわけよ、そのグーを出すまでに。そしたら走馬灯が出てきて、なんか例えばすごい子供が病気で、病気の子供いやお前大丈夫かって言ってもう医者にも払える金がなくてもうどうしようもないってなってる時になんかこの話が来て、じゃんけんで勝ち進めば億万長者になれると、その金でこの子助けられるみたいな、これどうしようってなった時になんかそのお父さんっつってその子供がなんか頑張ってみたいなことを言ったら最後のこのグーで決めるんだってグー出したら相手パーで負けて爆発するっていうのが面白いんちゃうかなと思ってた、そのスプラッターコメディ映画にしたいって話を。巨人の星のじゃんけん版みたいなやつ。お前巨人の星読んだことないやろ1球投げるのになんか30分とか1時間かかる。そうまあでも1球で投げるのに30分ぐらいかけんねんけど、そうその30分でそのキャラクターを好きになってもらって、その走馬灯の最後になんか「お兄ちゃんありがとう!」とか言ってチョキやってて、そのチョキを思いっきり出して相手がグーで負けて爆発するっていうのが面白いんちゃうかと思ってた。演出がね。そうもう全然違う。マジで全然意味わからんかった。何言ってんねやろって思ってまだずっと言ってる。いやでも走馬灯やったけどな。走馬灯ではそうけどその確かにゲーっていう演出はいらんっていう。それはいらんなって。バンもうお前それしか言ってへんもん。ここしか言ってへん。ここしか言ってへんそうだからお前はそのよくわからんけど走馬灯の話してる時にじゃんけんですゲームっていうキーワードで多分もう30分分ぐらいのあれはもう思いついた。まあそうやね、キャラがいろいろ出せる。キャラは結構出てきて、その後俺多分こういうキャラあそうそうそうなんか言えんちゃうみたいななんかその話してたよ。とんでもないギャンブラーみたいな、そのあギャンブラーね、伝説のギャンブラーみたいなやつが伝説のギャンブラーの話はその時にしたかもしれない。もはやしてただからまあ確かにあと朝尾が言ってたのは、そのじゃんけんを出すというこの行為がそのウエスタンのその西部劇のその1対1の構図に近いっていう話はしてて、決闘なんよこのテ決ーマ闘っていうね。そうだね、まあそもそもウエスタン好きやからな。好きやね、こいつ好きやね。かっこいい。ウエスタンの決闘好きやね。変やね変やろまあこれも知ってたから、完全に朝尾が乗ってきている雰囲気を俺らも感じたもんね。なんかこう、藤井刺さってたもんね。なんかフォーマットできたわってなってたからな。確かにじゃんけんですゲームでな。そうだからなんならセカンドの話をもうそこで言ってた。いやセカンドの話してた。言ってたそこでしてないわ。そこではしてへんよ。してないわでもちょっと脚本書いてからちゃう。書いてからやその2ありきみたいな。2ありきの考え方ね。確かに。いやでもそれでとりあえずそこも一応電撃を走った。電撃ちょっと走ったかもしれない。店名がじゃんけんですゲームで典型が典型だ。典型が2度目の二度目の典型が今回典型何回得たか分からへんけど典型すごすぎるやろ。多分 2,3 回ぐらい。寿司道の時は典型出んかった寿司道はね電流弱かった。弱めね。電流なんか半しびれぐらい。だから半分もいってんな。2割しびれ。まあ一応なんかいけでもる。とりあえずなんかそれでどっちかとこう積み上げ式やった。これ積み上げてったらいけるんちゃうみたいな。でまだいけると思ってる。まだいけると思ってる。俺と一緒や。俺と走馬灯じゃんけんのまだいけると思う。まだいけるよ。ちなみに藤井は寿司道を聞いて、じゃんけんですゲーム聞いて、じゃんけんですゲームになりそうってなった時に俺はもう言うのやめるわみたいな言ってそう僕たやんか。ね持ってきてたけどで今もう思い出せないけどなんか恥ずかしいってなった思い出せなかった。じゃんけんよかったから思い出せなかった。思い出せ指もしない導だけやったら言ってた。指導だけやったら言ってたかもしれない全然刺さってへん。まあでも全然刺さってへん。だからこういう感じで一旦まあ何かしたい、映画したい、長編で英語で撮りたい、じゃんけんですゲームでいくかになったってことやな。なったなりましたよ。結構長くなりましたね。まあこんなもんかな。そうね一つ目ははい。じゃあちょうどいい感じ。ちょうどいい感じちょうどいい感じ。じ。OK。じゃあ最後にじゃあ皆さんとじゃんけんをしてお別れしたいと思います。じゃんけんほい。あちょちょっと待って。やばい。何がしゃばくないの。じゃんけんですゲームの話じゃないから YouTube 最後じゃんけんやろ。次回は脚本とキャラ設定について。これはまさに大変でしたよ。それぞれのキャラクタそもそもーが、そうね、どうやって生まれたかみたいなところから考えたからね、あと脚本っていうものに対して脚本はね大変。哲学ですね。あ
次回お楽しみに。はい、はい、OK。